それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人の今のあなたに対するお気持ちについて見ていきます。よろしくお願いします。では早速タロットカードを使って、今回はケルト十字という展開で、スプレッド展開で見ていきます。では早速展開していきましょう。こちらに出しているオラクルカードは、あなたへ向けた好転アドバイスとして出しています。最後にお伝えしていきます。では、あの人のあなたに対するお気持ちです。はい、それでは見ていきます。あの人のあなたに対する思い。これまでのお二人を振り返ってみると、気持ちが通じ合っていたとか、楽しく会話を繰り広げていたとか、そうですね、コミュニケーションが円滑に行われていたような、お互いの空気感がいいなっていう風に思えるような、そんなお二人だったんじゃないかな、関係性だったんじゃないかなと思います。両思いに近かった。気持ちが通じ合ってるような気がするとか、そんなに多く語らなくてもお互い理解し合える、相手の思っていることが伝わってくるなど、そんな印象をお互い持っていたのかなと思います。もうすでにね、お付き合いしているっていう方もいるかもしれませんし、なんとなく視線が合うなとか、気持ちが通じ合ってるなとかって思っている方もいると思う。いい流れを経験されてきたんじゃないかなと思ってるんですね。だからこそ、これからの未来期待しているし、お相手からの動きってじゃあどうなのかなっていうところも、あなたは気にしてるんじゃないかなと思います。お相手の動き、これからどうなっていくのかなっていうところも見ていきましょう。あなたにとってはまさに今なんじゃないかとか、期待する気持ちが膨らんできていると思うんですね。で、お相手の方からも動きっていうのがありそうなんです。今まだ2人の関係が始まっていないっていう方は、お相手があなたを好きになる、またはあなたに声かけをするとか、デートのお誘いとか、いろんなお相手からのアクションっていうのが出てきそうです。それはお二人の今の関係性にもよってお相手の動きっていうのは変わってくるんですけど、ごくごく自然な流れで、今の距離感から考えられる範囲内でのお誘い、声かけっていうのがあると思います。お相手もあなたに対して興味があるし、仲良くなりたい、付き合いたいとか、もっと知りたい、そんな風に思ってくれています。前向きに捉えていますね。で、一方でお二人の関係性っていうところを今一度確かめてみてほしいなと思っています。二人がどんな関係性なのかっていうところで、なんか両思いだなっていう感じもするし、あとはビジネスパートナーのような、職場が一緒とか、同じ仕事に取り組んでいるとか、生活の中で同じ共有しているものがある、同じ空間にいるとか、そういうことを感じられます。そこを超えていきたいなっていうふうにお相手が感じているんですね。ある程度立場の違いといいますか、同じところで働いているとか過ごしているっていう垣根かもしれないし、例えば年齢差だったりとか、立場ですね、店員とお客さんだったりとか、その壁を乗り越えてあなたと仲良くなっていきたい、近づいていきたい、そんな気持ちに満ち溢れています。情熱的に考えてくれてるんですね。で、その気持ちを抑えることなくね、お相手は動いてくるんじゃないかなと思いますね。ポイントは、このお相手がこの先ほど言った枠組みとか外見的なこととか外枠のことですねをどのように超えていこうかなっていうところですね。そこがポイントかなと思います。ここですね、ワンドのナイトが入っているので、どんなアプローチの方法をとっていくのかなっていうところがこの方のポイント。動きはあると思います。動くからこそ始まっていくんだけど、その勇気が
欲しいところなんじゃないかな、今このお相手は。だから状況をよく見て判断しようって思っているし、あなたの様子を伺っていたり、周りの環境だったり、今の2人のバランスはどうかなっていうところも細かくチェックしています。 SNS を追いかけているっていうお相手もいるかもしれません。こちらがお相手の願望、望みですのところにソードの7番が入っているので、例えばあなたがモテる方で他にもあなたのことを好いている人がいるとするんだったら、その人には負けない、自分は負けずにあなたのところに向かっていきたいっていう気持ちがあるし、他を出し抜いてでもっていうのがあるので、少しねずる賢くなってでもあなたと二人きりになりたいとか、なかなか二人きりになれない、 LINE とかメールだと密にやり取りしているんだけど、顔を合わせてお話をするとなると周りにたくさん人がいるような、そんな気もするので、どうやったら2人きりになれるんだろうとか、どうしたらデートにお誘いできるだろうかとか、そういうことを考えている。すごく前向きに考えていますし、この人の中でも今テンションが高くなっているんですね。はい、追い風が吹いているような流れです。はいですね。あとはあなたの求めていることと自分が求めているものが一致するのか、あなたが求めることに対して自分は答えていけるかな、自分が答えたことにあなたは納得してくれる、満足してくれるだろうかって、そういうことも考えてるんじゃないかなと思いました。はい、これからいろんなそうですねアクションっていうのがお相手の方からやってくると思うので、あなたはそれを受け止めて、あとは自分がチャンスだって思ったら、あなたからもぜひ動いてみてください。この関係性変わっていきます。あとは周りのことを気にせずに自分たちの世界に使っていきましょう。そんなお相手の今のあなたに対するお気持ちが出ています。芽生えてくる気持ちがこれから生まれてくるだろうと。周りのことを気にしていたとするんだったら、そこを気にしないようになっていきます。はい、ということで、このお相手に対するあなたへのお気持ちを見ていきました。ではこの後好転アドバイスということで、こちらのオラクルカードからメッセージをもらっていきます。そしてその他にルノルマンカードも使って、お相手がどんな風にお誘いしてくるのかなっていう具体的な内容っていうのももらっていこうと思います。ヒントになるようなことですね。例えばどんな風にお誘いしてくるのかなとか、どんな場所でとか、どんなタイミングでとか、何かわかるヒントのようなものをもらいましょう。向こうから動いてくるということで、見ていきます。どんな風に動いてくるのか、それはもう間もなくですっていう風に出てきていますね。例えば毎日の中にヒントはもう出ていますとなっています。毎日やり取りしているとか、頻繁に連絡取り合っているっていう方だったら、あなただったらもう気がついているんじゃないかっていうことで、鍵のカードが出ています。どうでしょうか。いつも連絡取り合っているよとか、頻度はそこまで多くないかもしれないけど、連絡のやり取りとか SNS を見たりとか、その中でもうすでにあなたを求めてるよっていうヒントがお相手の方から発信されています。またはもう間もなくそれが明らかになるでしょうっていう解決のヒントを表す鍵のカードが入っています。もしくは室内から外に出よう、デートでお外に出かけようみたいなお誘いがあるかもしれません。こちらの鍵のカードももらっていきました。では好転アドバイスもらっていきましょう。お相手の方から動いてきてくれるとなるとすごく嬉しいですよね。そしてそのチャンスをぜひものにしたいっていうあなたの気持ちもお相手に通じるんじゃないかなと思っています。では見ていきましょう。こちらも運命の輪が2つ入っています。ラッキーチャンスが2倍、嬉しいことが重なっていきそう。もう欠けているものはない、完全に揃う、一歩手前まで来てるんじゃないかなと思っています。これから始まる未来がもう間もなく待っていますということで、あとは夢を見るというカードと、そしてこちら受け入れると、こちらが取り組みというカードです。美しいカードが並んでいますね。
こちらからメッセージをもらっていきます。まず、変化の風があなたの人生に新しいチャンスを運んできています。運命が回り出し、これまで見えていなかった進展があなたの前に広がり始めるでしょう。予想していなかったチャンスが舞い込むので、想像以上に物事が円滑に進んでいきます。はい、予想していなかったかもしれないし、期待していた通り、またはそれ以上の速さで進んでいくかもしれない。そして今この時期はより良いステージへと進むための絶好のタイミングとも言えるでしょう。次のステップが見え始めて、未来のビジョンが明確になります。広い視野を持って夢を膨らませながら、そして積極的に挑戦してみてください。あなたが選ぶ道は必ずしも平坦ではないかもしれませんが、そのすべての経験があなたをより強く、そして豊かにしてくれるでしょう。夢を見ましょう。またお相手との出会いがあなたの人生に豊かな人脈をもたらし、あなたの成長をサポートしてくれます。どんな出来事も受け入れることで、それが幸せの種となって感謝と自信を忘れずに前へ進んでいくことができます。時には困難や葛藤が生じることもありますが、それも一時的なものです。どんな状況も変化していくことを心に留めてください。忍耐強く対応していきましょう。今の困難が過ぎ去っていけば、あなたの人生はさらなる愛と感謝、そして幸せで満たされていくはずです。こんな肯定メッセージ、そして28番、この取り組みというカードなんですが、こちら葉の先からこの梅雨が落ちてきて、その中に優雅に舞う踊り手がいます。青や紫、緑など美しい色合いが特徴的なカードです。青は喉や第三のチャクラと関連しています。これは目の前にあるものを認め、あなたの真実を語ろうとする気持ちに関係しているのかもしれません。そして紫は誰もが持っているスピリチュアルな要素に関連しています。人々は何らかの理由を持ってあなたの人生に現れています。彼らまたはお相手はあなたと同じ光を持った美しい魂だということを知りましょう。緑はハートチャクラの色であり、癒しと関係しています。何を取り組んでいくのか、心を開いて考えてみましょう。そしてこちらのカードです。こちらのカードは需要ですね。アクセプタンス。虹色の髪をした人魚が両手を広げてフェニックスを迎えるところです。彼女のヒレにあたる泡立つ海水は、この波乱や激動が去り、静けさの中に移り変わる様子を象徴しています。空にも同じメッセージが込められています。こちらにある黒い雲が穏やかで美しい日の出へと変化していきます。ここからここへ変化していこうとしています。このカードに書かれたイメージは常に変化し続ける性質を反映しています。そして両手を広げてこの人魚はフェニックス、どんなことがあっても立ち向かっていく、立ち上がっていく、それらを受け入れる姿勢をとっています。これが受け入れるということですね。今この需要と取り組むっていうことが入ってきています。チャクラとしては第4から第7まで、胸、喉元、そしてサードアイ、額のあたり、そして頭頂部の部分とチャクラが連なっています。このあたりのチャクラをバランスを取るようにしていきましょう。どうすればバランスが取れるのかというと、自然に触れることだったり、または瞑想してリラックスすること、その中で自分の心を見つめて、自分の感情が今どうなっているのかなっていうのをまず受け入れることから始めてみましょうというアドバイスカードです。はい、そしてこちらのカード、お選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。このパワーストーンはシュンガナイトです。あなたの本当の姿、表現したいことを外に出していきましょうというメッセージ。そしてシュンガナイトのパワーストーンの効能としては、ネガティブなエネルギーを吸収し、災難からあなたを守ります。不安やストレスを遮断し、穏やかな環境を作ります。そして電磁波からの保護の効能もあるので、電磁波というとデジタルなエネルギーですよね。電化製品、
スマホ、パソコンとかも身近な電化製品ですね。それらからもたらされるマイナスなエネルギーを一旦遮断しましょうっていうメッセージでもあります。デジタルデトックスもおすすめです。そして自然の治癒力を高めてくれてリラックス効果をもたらします。心身の奥底に溜まったネガティブな癖を紐解いていく効果があります。はい、こちらがシュンガナイトの効能です。今あなたの本当の声、心の声を表現してください。そんなメッセージなので、あなたの方からも働きかけをしていくと、このお相手と今響きやすい良い相性なので、うまく物事が進んでいくのではないかと。そしてこのダブルチャンス、ぜひゲットしたいですね。はい、今掴んでいきましょう。もうすでにヒントは出されています。以上、こちらが今のお相手のあなたに対するお気持ち、そして肯定アドバイスでした。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、好きなお相手の今のあなたに対するお気持ちについて見ていきます。よろしくお願いします。で、今回はタロットカード、スプレッド展開で見ていきます。はい、ではこちらのカードからお相手の今のあなたに対するお気持ち見ていきます。はい、それでは見ていきます。まずお相手の現状を表すところにソードの10が入ってきているので、その原因っていうのが少しね、この周りのカードからだと見えづらかったので、ヌドヌマンカードでお相手の今のここの現状を見ていきたいなと思っています。1枚もらっていきましょう。ブーケのカードです。そうですね、ここのブーケのカードっていうのも贈り物だったりサプライズだったり嬉しいことを表すんですね。それが思ったよりも得られなかったとか、タイミングを逃しちゃったとか、お相手があなたに伝えたいことがあったとか、すごく嬉しいことがあって、それを感謝の気持ちを伝えたいとか、あなたに届けたい思いがあるのにどうして伝わらないんだろうとか、自分が思ったよりもいい成果が出なかったとか、そういうことを感じられます。一瞬あなたとの間で何かあったのかなとも思ったんですけど、あなたのところを表すところにスターのカードが出てるので、あなたはお相手に対して明るい希望を抱いているし、たとえ何か困難なこととか先行き不安なことがあったとしても、あなたはこのお相手を信じようっていう気持ちを持ち続けているよっていうのが出てきてるんですね。強いて言えば少し距離が離れているとか、遠距離だったりとか、そうですね、最近なかなか会えていないから不安だっていうお相手の気持ちが出てきています。それはあなたのことを好きだからっていうのがここにも出てきているんですよね。2人でもっと一緒にいたい、もっと一緒にいれたらいいのになとか、2人きりにもっとなりたい、デートしたいなとかね、そういうことです。それがなかなかうまくいかないとか、前よりも今は会えていないとか、そうだと思います。すごく好きだった、もちろん今でも好きだし、あなたから優しさとかももらってる、受け取ってるし、自分も大事にしたいなってことを思っています。で、未来をより良いものにしていきたいって思ってるんですけど、少し不安なんですよね。このお相手からしてみたら、この近未来の流れっていうのが不安があるから、この不安を断ち切りたいっていうようなお相手の意思が見えています。そしてもっと2人でつながり合いたいとか、調和ですね。ここのカップの点っていうのが
すごく幸せなカード、幸せに満たされているはずなのに、どこか不安になってしまうっていうところが出てきているんですね。今の関係性じゃ満足いっていないっていうのもあるかもしれない。確かにすごく仲いいし、2人で楽しかった思い出とか、あんなことあったよねとか、こんなことあったよねって、いつも一緒だよねって、確かにすごく嬉しいんだけど、今以上のものを求めたいっていうのがお相手の中で入ってきてるんじゃないかなと思うんですね。やっぱりちょっと離れてしまった最近になって、転勤だったり引っ越しだったり移動があって少し距離ができちゃったとか、なかなか連絡取れないからすごく不安っていうのがお相手の方に出ているんですね。なんでしょうね、なんか近々記念日があるんだけど、それがずれ込んじゃったとか、そういうことかもしれません。すごくあなたのことを好きなんだけど不安なんですよね。で、なんで不安になるのかっていうところも1枚ルノルマンからもらっていこうと思います。そして願望のところにワンドの5番が入ってるんですね。ここです。これは対抗だったりするんですが、あんまり揉めたくないなとか、できるだけ落ち着いて穏やかに2人きりで過ごしていきたいなとかね、そんな気持ちでしょうか。自分の気持ちが揺れるようなことにはなりたくないっていう恐れの方が強いかもしれない。不安になったりイライラとかすることなく、この揺れる気持ち、揺れるっていうのは不安とかね、ネガティブな気持ちに苛まれてしまうところを一刀両断したいっていうのがお相手の気持ち。そしてあなたのところに近づいていきたいんですよ。カップのナイトです。あなたに見合うような自分になりたい。今のままだとあなたの横に並べないんじゃないかってどこか自分の中で思ってしまったり、ネガティブに考えすぎなのかなとも思うんですね。それぐらいあなたが眩しい存在に見えるっていうことです。だから釣り合うように自分で努力しようっていうふうに思っているんじゃないかなと思うんですね。もっともっと自分を磨いて素敵な自分になってあなたを迎えに行きたいんだとか、そういうことが入っています。少しだけ不安っていうのが残っているので、この不安の内容を見ていきましょう。やっぱり自分自身ですね。紳士のカードは基本的に私のリーディングではお相手を表す時に使っているので、自分自身のことで悩んじゃうとか、もやもやしちゃうだったりとか、自分の将来のことについて悩んじゃうんだっていうことです。あなたはすごく自分にとってはまさに女神のような存在、光り輝いていて愛あるべき存在っていう風に思っているし、自分はここですよ、プロポーズカードが入ってるので告白しに行きたいっていう風に考えてるんです。だからもっと自分を成長させていきたいなとか、強い自分になりたいとか、少しなことでも不安なようにならないようになりたいとか、そういうことを考えているように思います。でもこうやってあなたと一緒にいたりとか、話しかけてもらったりとか、同じ時間を共有することって今の自分にとってすごく嬉しいし、救いになってるっていうのは出てきています。はい、ということでこちらにあなたへの好転アドバイスオラクルカードを出していますので、こちらからあなたに対するアドバイスもらっていきましょう。まずタロットカードはフールのカードです。かわいいですね。この絵柄がね、フールのカードです。あなたはあなたらしくいても大丈夫なんじゃないかっていう風に入っています。そうですね、もしかしたらあなたがすごく純粋で自分のやりたいことに夢中になっていて、お相手と一緒にいる時間も楽しんでるんだけど、自分の時間も大切にするよっていう方かもしれないし、そしてあなたの方が割とアクティブなのかもしれない。自分の興味ある方にどんどん進んでいくような、そんなアクティブな方なのかもしれないですね。でもそれを嫌だっていうふうにお相手は思ってるわけじゃないので、そのままのあなたが素敵だからそのままでいても大丈夫だよっていうふうに出てきてるような気がします。はい、そしてこちらのカードですね。調和の回復とあります。2人はこのように寄り添っていますね。そして目の前から誰かがいなくなっていくんです。例えばあなたとお相手の間に、はっきり言ってしまえば自分たちの中の目の前にいると、視界が見えづらくなっちゃうなとかね、ちょっと疲れちゃうなっていうような人が去っていくのかもしれません。
そのことによって2人の結びつきがより強くなったりとか、回復とあるので仲直りだったり絆がさらに深まるとか、そうですね、今まで以上にとか今までのように仲良くやっていけるっていう、そんなアドバイスも入っています。回復とあるので、しかも調和の回復だから、そうですね、今のお相手の現状も見ているとそうですね、調和から少し離れていたっていうような状況だったのかもしれない。それが元に戻るよっていうことも言われています。そしてオラクルカードを見ていきましょう。こちらのカード、グレースのカードですね。そしてこちら2つの表情が出ています。昼と夜っていうカードですね。あとはメッセージをもらっていきましょう。まずフールのカードですね。自由を表しています。あなたの心に希望の光が満ちて、果てしない自由が広がっています。明るい空を見上げながら、決まりきっていたルールや考え方、しがらみから解き放たれて、そして夢見る力を信じて自由に未来を思い描いていきましょう。この自由さはあなたに無限の可能性を与えて、やりたいことを実現するための力となっていきます。今こそ一歩を踏み出し、未来への希望を胸に進んでいきましょう。はい、今やりたいことがあなたの中にはあるのかもしれませんね。恋愛以外でとか、恋愛においてもお相手とこうなっていきたい、もっと開放的に楽しみたいとか、そういうことも現れているのかもしれません。そしてたとえこの先どうなるかわからないといった未知の道であったとしても、心の中にある楽観的な気持ち、ポジティブな気持ちが進むべき方向を示してくれます。大きな賭け事になったとしても、今のあなただったら気軽に踏み出せていけるでしょう。直感を信じて積極的に行動することで、新しい展望が開かれていきます。そしてどんなに心が混乱している時でも落ち着きを保ち、状況に厚情を持って対応することが大切です。心を穏やかに保つことで、周りの人々にもポジティブな影響を与えることができます。あなたの内面の強さが他の人たちにとって安定と支えとなるでしょう。そして最後に生活に安定感をもたらし、それを維持していくことで心身の健康を保つことができます。日常生活の中で自分自身のために時間を作ってバランスを取ることを忘れないでいましょう。食生活を見直したり、睡眠バランスを整えてください。それによって困難な状況の中にあっても心の平和を保ち、未来に向けて確かな基盤を築いていくことができます。あなたの未来には無限の可能性と希望が待っています。その自由さと軽やかさを大切にしながら勇気を持って進んでいってください。そして厚情というカードがあって、厚情っていうのは何なのかというと、深い思いやりや温かい心のことを言います。相手に対して熱い愛情や、熱いっていうのは温かいとか温度が高いではなくて、厚みのある愛情や誠意を持って接していくことで、あるいは相手の気持ちを理解しようとする優しさをというのを表す言葉です。人間関係や困難な状況において相手に対して理解と優しさを持って接していきましょう。そしてこのカードというのは、美しい女神が夜空と目の前に見える風景に思いを馳せている様子です。彼女のこの頭の上には時計をはじめとするさまざまなものや生き物で覆われています。彼女の耳は色とりどりの渦巻きに隠されて、遠くには星が見えます。空に浮かぶたくさんの星は変化が近づいているという象徴かもしれません。この娘は固い意志や自分の基盤、さらなるサポートの必要を表しています。また保護を意味する場合もあります。この乙女の周りはいろんなものが流れていますが、彼女は冷静で注意深く、自分の内面、そして基盤がどんなものであるかというのを認識しています。周りに起こるすべてのことに対して厚情に対応していくことで、思いやりを持って対応していくことで、自分に利益がもたらされるということを彼女は知っているのです。あなたも繊細な部分に注意を向けてみてください。
そして固い意志を持つこと、自分の基盤をしっかりと整えること、そしてこちらのカードは木の側面に異なる顔が現れています。黄色い顔の目からは太陽がこちら映っています。この黄色い顔というのは昼間と結びついています。ソーラープレクサスチャクラ第3のチャクラです。このチャクラを表していますね。これは自分自身の力、または自分の中でのバランスと自分の扱い方をうまく作り出すことっていうことに関係しています。この右側のこちらですね、この青い顔というのは自分の内側を知り、自分の世界をどのように見ているのかという夜という部分に関係しています。この2つの顔がバランスをとっています。木の幹は抱き合うカップルの姿が描かれています。木はあなたが築いた基盤に関係しています。木の根は逆さになったお城のように見えます。このお城は古い基盤がもはや有効ではないことや、そして植え付けられた価値観の変化を意味しています。古い価値観を手放して自分の軸をしっかりと持ちましょう。新しい視点、そして周りを注意深く観察することで自分の価値観がより一層強固なものに築き上げられていきます。どちらも基盤に関係しているメッセージが入ってきていました。自分の基盤を固めていくこと、そして何事も自由にあなたらしく作り上げていってくださいって、オリジナルの自分の基盤ですよっていうところですね。そして何か困難なことがあったとしても、それは過ぎ去っていて、2人の絆は変わらずここにいるから安心してくださいっていうのが現れていました。お相手からのカップのナイト、何か嬉しいことをあなたに伝えたいっていうことがこれから間もなく伝わってくるでしょう。ぜひ受け取ってください。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。自分のエネルギーを一旦リセットしましょうというメッセージ。このハーキマーダイヤモンドは夢や目標に向かって進む過程でのサポートを提供し、持ち主の想像力を刺激して新しく生み出すクリエイティブの活動を促進する効果があると言われています。また浄化の効果もあり、ストレスが多い環境にいる方や新しいことを始めたいと考えている方に特に相性がいいと言われています。ハーキマーダイヤモンドは別名ドリームクリスタルとも呼ばれています。眠る時に枕の下に入れると夢の中でメッセージを受け取ることができると言われています。このハーキマーダイヤモンドというパワーストーンからのメッセージです。こちらもぜひお受け取りください。今回は今のあの人のあなたに対する思い、そして好転アドバイスについてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人の今のあなたに対するお気持ち、そして好転アドバイスお届けしていきます。よろしくお願いします。ではタロットカードを使って今回はケルト十字というスプレッド展開で展開していきます。ではこちらのカードからお相手の今のあなたに対するお気持ち見ていきます。それでは見ていきます。そうですね。では、今とってもいい関係性だなとか、お気持ち、お相手のお気持ちがいいなっていう風に見れますね。とても満たされているとか、あなたと一緒になりたいっていう願望がもう出てきています。ワールドですね。そしてこれから先っていうのもスターのカードだったりとか、あとペンタクルの7番っていうのも出てるので、
今以上に良い関係性にしていきたいなっていうのがすごく現れています。もちろんあなたとのことに対しても期待っていうのがすごく大きくて、2人は両思いだっていうふうにお相手は思っている、気持ちが通じ合ってるんだっていうような出来事もあったと思う。すごく期待してるんですよね、あなたとこれからの未来について。またそう思えるようなことがあったんじゃないかな。心が満たされるような会話だったりデートだったり、そんな時間を一緒に共有したんだっていうのが出てるんです。だからあなたと自分と一緒になりたいとか、あなたを恋人として迎えたい、そんな気持ちが出てきていますね。そして自分でしっかりとリードしていきたいとか、安定させていきたい、この関係を良いものにしていきたい、そう王様のカードですが出ていますから、あなたを守りたいとかね、そういう気持ちで満ち溢れています。喜び、幸せっていうのが伝わってくるんですよね。どんなことがあっても自分はあなたと一緒にいたいんだっていうことが出てきています。そしてポイントになるところにジャッジメントのカードが入っているので、例えば告白をこのお相手がしたら、あなたから良いお返事をもらえるだろうっていう確信が多分あると思うし、例えば前にそのようなタイミングがあったとして、それが流れちゃって、あの時気持ち伝えられなかったんだ、いい感じだったのにとか、そんな風に思っていたら、もう一度改めてちゃんと告白したいっていう風に思ってるだろうし、自分の気持ちを伝えたいだったりとか、あなたがいかに大切な存在なのかっていうことを伝えたいっていうのが出てきてるんですよね。そのためにいろんな準備をしてきたんだ。例えば都合を合わせることだったり、あなたのスケジュールを聞いたりとか、タイミングを伺ったりとか、絶対次は自分で言うんだっていう覚悟っていうのができているんです。この幸運、あなたに出会えた幸運を逃してなるものかみたいなね、そんな気持ちでいらっしゃいます。そうですね、少し不安なところというと、あなたのところを表すところにワンドの5番が出ているので、今その自分の気持ちとは少し違うところにあなたの環境だったり状況っていうのがあって、それをちょっと様子見ているかなっていうところはあります。今すぐにでも本当は伝えたい気持ちがあるんだけど、一緒になりたいんだけど、落ち着いてゆっくりと動いていこう、対応していこうかなとかね、そういうことを考えています。そうですね、決定打が欲しいっていうところなんですが、ここはちょっとあなたの状況を布ヌマンで1枚出しましょう。あなたのお気持ちや状況などを表すところにバンドの5番といって、その絵でも分かる通り、他の人たちと何か意見を出し合っていたりとかしているんですよね。なのであなたがこのお相手以外のところで、そうですね、バタバタしていたり、恋愛に今集中できていないような状態なのかもしれない。何か他にも理由があるかもしれないので、あなたの状況を1枚出していきます。クロスのカードです。お相手と結ばれるために今自分の中でやらなきゃいけないことがあるとか、一つにまとめなきゃいけない、バラバラになっているものを集めてまとめる、また新しいものにリメイクするとか刷新するとか、より良い形にしていかなきゃ、そのために何かを終わらせたりとか、また逆に新たに始めたりとかする必要が自分の中であるなっていうふうに感じてます。環境の整理だったり、自分自身の気持ちの決着とか覚悟をつけるってことかもしれません。あなたに対してアドバイスカードもう1枚出していきましょう。はい、お相手を表すカードです。お相手のために今あなたが何ができるんだろうっていうことを考えていたり、お相手と一緒になるために、結ばれるために自分自身の中で解決するべきことがあるんじゃないかっていうふうに考えてるんじゃないでしょうか。またはそうしなきゃいけない状況に今
追い込まれていたりとか、落ち着いてお相手と同じ時間を楽しめる余裕が今はあなたの方が少し少ないのかもしれない。全くないわけじゃないし、できるんだったらお相手と一緒に落ち着いて楽しい時間をもう集中して過ごしたいんだけど、取り掛からなきゃいけないことがあるとかね、それを終わらせてからお相手に集中したい、そんな気持ちがあると思います。まずこのお相手を思う気持ちっていうのはお相手にもう十分伝わってるので、そしてお相手もあなたの状況を汲んでくれてるし、そしていろいろ考えたりすることもあるみたい。考えるっていうのはあなたのことを好きじゃなくなるかとか好きでいるかとかそういうことではなくて、あなたの助けになるような知恵を出したりとか、必要であればね、あなたが求めるのであればか、もしくは静止して遠くから見てあなたが大変かどうかっていうのを見極めたりとか、状況を判断するっていうのが入ってきています。できるんだったら自分が前に行って助けていきたいって、そんな気持ちが本当は隠れてると思うんですが、今は一歩引いてるような状態ですね。そしてタイミングが来れば、あなたと関係性を進めていきたい、願望のところにワールドが入ってるし、ジャッジメントもポイントとして入ってるので、決めるときにちゃんと決めていきたい。そしてこの近未来の流れは関係性の改善見直しっていうことで、より良い関係性になっていくために、または自分の願望を叶えるために、仲良くやっていくためにどうしたらいいかなっていうふうに具体的に考えて動いていくっていうのが近未来のお相手の流れです。はい、ということでこちらがあなたの好転メッセージアドバイスとして出しているオラクルカードです。こちらからメッセージをもらっていきます。まずはこちらタロットカード出していきましょう。ラバーズのカードです。ときめきや調和、そして中には選択に迫られている方もいるかもしれません。そこから今決める時がやってきていますということです。そしてあとはシャドウキャットのカードです。迷路を抜ける、はい、迷いから抜け出す時です。あなたが今抜け出して、そして自分で決めてね動いていくんですよっていうカード。あとはこちらのカードですね、決断と忍耐のカードが出ていますね。あとは存在を表すカードです。これらからメッセージをもらっていきましょう。まずこちら、心が躍るような祝福の瞬間が今訪れようとしています。そのときめきとともにあなたの未来が明るく輝いていくのを感じてください。そして約束を守るっていうワードが入っているので、約束を交わしていたりとか、または自分の中で一つ取り決めが終わればっていうことを考えている方もいるかも。落ち着いたらっていうことで、何か約束っていうのが入ってきます。約束を守り、そして調和を大切にすることで、あなたはこの上ない幸せと充実感を得ることができるでしょう。また直感が高まり、選択肢が広がっていく時期です。愛し愛される喜びを感じながら、自分の魅力を最大限に発揮してください。今こそ心地よさに浸りながら、自分が大切だと思うものを慈しみ、迷いから抜け出す時です。迷いから抜け出していきましょう。忍耐強く待っているあなたは、やがて素晴らしいことがこれから訪れます。目の前の課題に集中し、足元にあるヒントを見逃さないようにしましょう。もしかしたらヒントはもうすでにあなたの足元にあるかもしれない。それを見逃している可能性があるので、今一度自分の周囲の状況を見つめ直してみてください。そしてあなたが選ぶ道は必ず光に満ちたものとなっていきます。この瞬間を大切にして、愛と調和に満ちた未来を選んでいきましょう。そしてこちらのオラクルカードですが、まずこちらですね、忍耐を表すカードです。青い服を着た一人の女性が朝顔の葉の上を軽やかに歩いています。彼女の視線の先には朝顔の花の根元にある池で人が浮かんでいる姿が現れています。彼女の周りには様々な色が渦巻き、頭の後ろには蝶が集まっています。ここですね。朝顔にはたくさんの意味があります。1年に1日しか会えない恋人たちにまつわる話もありますが、この花は障害のある恋や忍耐を必要とする恋を連想させます。花と女性のドレスの深い青は
あなたの旅を安定させる能力に関連しているかもしれません。彼女の後ろにいるこの蝶ですねは、今はまだ見えていない変化が訪れてくることも表しています。あなたの周りの状況が展開し続ける間、辛抱強く頑張り続けましょう。状況は刻一刻と変化しています。それを耐えて、そしてその先の幸せをつかみ取ってください。そしてこちら、存在を表すカード。この少女がろうそくを持っています。彼女の手は注意深く炎を守っています。ろうそくの煙がエネルギー、彼女のこの頬の周りにお花、妖精、自然、そして蝶々の渦を作り出しています。少女の顔の周りを動いているこの渦は、あなたがいかに自分の考えにとらわれてしまうかを表しているのかもしれません。自分の考えに何かとらわれてしまうことがあるのかもしれない。少女がろうそくを持っている姿は、自分の本当に大切な存在はいつも自分の中にあるということを思い出させてくれます。不安を解き放ち、落ち着いた状態に戻っていきましょう。自分の存在を信じて。はい、そんなメッセージも入ってきていますね。ぜひこちらのメッセージもお受け取りください。そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。こちらのパワーストーン、シバリンガムというパワーストーンです。このカードからのメッセージは、自分の本質に全力を注いでいきましょうというメッセージ。そしてパワーストーンの効能です。精神と肉体のバランスを整える、癒しの効果があります。古い決まり事やルールを手放す力を与えてくれます。マイナスのエネルギーを遠ざけて清める力もあります。その他にインスピレーションを受け取りやすくする、クリエイティビティを蘇らせる、男性性と女性性の調和、同じくね、調和がありましたね、ここにもね。そしてあなた自身のインナーチャイルドを癒す、心の中の自分を温めて癒していく。で、こういうパワーストーンの効能もあるんですね。シバリンガムというパワーストーンなので、ぜひチェックしてみてください。今回はお相手の今のあなたに対するお気持ち、そして近未来の流れ、あなたへの好転アドバイス、こちらをお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。お相手の今のあなたに対するお気持ち出していきました。今回好転アドバイスもお付けしましたので、ぜひ参考にしていただいて、お相手とより良い仲を育んでいかれることを応援しています。はい、ということで今回はパワーストーンのオラクルカードを使っていきました。こちらにあるオラクルカードです。はい、クリスタルストーンデック、こちらを使っていきました。それぞれのパワーストーンの効能についてもお伝えしていきましたので、それをそのままメッセージとしてお受け取りいただけたらなと思います。では今回は共通メッセージとしてカードをもらっていこうと思います。今回はルノルマンカードを使って共通メッセージもらっていきます。今あなたが自分自身に対してどういうことを心がけていったらいいのか、それぞれアドバイスは出したんですけど、お相手に対してどんなアプローチをしていけばいいのかということで共通メッセージをもらっていきましょう。今回のリーディングではお相手の方から動いてくるのかどうかっていうことも踏まえて見ていったので、それに対してあなたはどんな受け答え、または自分からどんな動きを見せていけばいいのか、具体的なアクションをもらっていきます。カードを3枚出していきます。でプラスシャドウキャットのカードから1枚もらっていきます。はい、こちらのカードからももらっていきます。
枚もらっていきましょう。そう、仮面をつけていますね。もう1枚もらいましょうか。勇気を出して飛び出してください。そして大事な用事とありますね。あなたは今急いでいるのかもしれないということで、大事なことが控えていそう。そして大事なことは後回しにせず、一番優先的に考えていきましょう。ではルノルマンカードはどうでしょうか。子供のカード、そして蛇のカードと山のカードです。課題を乗り越えていきましょう。粘り強くね、取り組んでいきましょう。そして自分とお相手の絆を信じて、中には新しく始まっていく関係性だったり環境っていうのがあるかもしれません。今秋からスタートする環境に身を置く方もいるでしょうし、新しい物事に取り掛かっていこうっていう方もいるかもしれないし、2人の関係性が新しい関係性になっていく方もいるでしょう。何事も今あなたが優先したいことを大事に取り組んでいくこと、そしてなるべく早く、ここ急いでいるので、あなたが急ぎたい、なんとかしたい、早く解決したいと思っていることは急いで向かっていきましょう。自分の方から動いてもいいよ。待たずに、お相手の動きを待たずに、自分が動きたいと思ったら即動いていく。そしてこちらのカードですね。自分の本心をなかなか見せるのが怖いという方、または本当のことをお相手に伝えるのが怖いとかね、そうですね、腹を割って話すのがとか、そういう方はじっくり腰を据えてお相手としっかりと向き合う、または自分自身をごまかさないということで、自分自身に対して課題点を持っているっていうふうに感じている方、自分で今これを乗り越えていかなきゃいけないなとか、自分のこういうところを何とかしたい、これができたらお相手と素直に向き合える気がするという方は、その部分をしっかりと乗り越えていきましょう。それは一体何なのか。例えばなかなか素直になれない自分がいる、頑固になってしまう、素直にお相手に好きっていう気持ちを返していけないとか、恥ずかしいとかなのかもしれないし、自分自身にコンプレックスを持っていて、なかなか自分の方から歩んでいくことが難しいと思っているかもしれない。そこから今抜け出して、あなたが新しく始めていく、向かっていく時がやってきてるんだよというふうにカードからのメッセージが伝わってきます。善は急げという言葉が今入ってくるので、良いことに対しては積極的に急いで向かっていきましょう。また状況も目まぐるしく変わっていく可能性があります。それにうまく対応していくためにも、良いことに対しては積極的に、そしてそうじゃないところ、ネガティブに考えてしまうことに対してはしっかりと時間をかけて向き合う、この両方からのアタックでやってみてくださいというメッセージです。はい、では今回もアフタートーク最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回の動画でもお会いしましょう。